ねえねえ、小説の最初にその世界の地図とか載ってると想像の解像度が上がって嬉しいって思うの僕だけ？皆さんようこそ、アケノです。今日はちょっとマイナーだけど面白い SF 小説をネタバレなしで紹介していきたいと思います。今日の作品はこちら、樹間惑星ダイビングオパリアです。2009年、今から15年前の日本 SF 新人賞を受賞した作品で、井野孝之先生が執筆されています。はい、早速舞台設定からご紹介しますね。樹間惑星の世界は人類が宇宙に飛び出して3世紀以上経過した遠未来になっており、地球起源の人類がすでに100ほどの星系に入植しています。いわゆるワープに相当する星系間のジャンプも整備されていて、 SF ファンの SF にこれは欲しい要素その1を満たしてくれます。また作中でもメジャーではないのですが、一部の人類世界では脳内インプラントと呼ばれるネットワーク接続への拡張技術も普及しています。いわゆる電脳化になりますが、 SF にこれは欲しい要素その2もクリアですね。数多い人類居住世系の中でも資源経済的な面で有力な植民世界であるタンクエンタン、そこの大学コンプレックス、都市と大学が一体化したような場所ですねの准教授シギーラという女性が第一の主人公です。彼女の研究室はメインの舞台である惑星オパリアに生い茂る本作の一番の特徴となる独自の植物生態系を専門とするのですが、過去に発生した問題によって研究が阻まれており、学内での評価は良いものではありません。成果を出さない研究室に予算は出さないという学部上層部の判断によってもう予算カットの抜き目にあってます。そんな中、惑星オパリアで検疫センター主任検疫官を務める友人ザキル・アビアから彼女に連絡が来ます。主な舞台となる惑星オパリアは高度によって分けられる2つの環境が存在します。1つ目は低地帯と呼ばれ、低高度の地表を覆い尽くす植物のみの環境で、それらの植物が放出する有機化合物が充満しています。この有機化合物は人間にとって有毒なため、人間は生身で居住できません。人間が低地帯に降りる場合は有毒な大気から身を守るため防毒マスクを装着する必要があります。ちなみにオパリアの原生生物は地球でいう植物しか存在せず、動物や菌類はいません。もう一つの世界は高地帯と呼ばれ、ギアナ高地のテーブルマウンテンのように低高度地表から数千メートル切り立った台形の山の頂上付近に築かれたドーム型都市です。富士山などよりも高い高度であれば植物の放出する有機化学物質の濃度も低下し、ドーム内であれば半透膜のフィルターを介して人間は居住可能となります。高度によってガラリと環境を変えるのがこの惑星オパリアの面白いところです。オパリアの特に低地帯の大気は有毒であることは言いましたが、この有毒物質に人間が触れるとオパリア低地性森林熱症候群、オパリアンローランドフォレストフィーバーシンドローム OLFFS を発症することがあります。めっちゃ言いにくい。この病気は有毒物質のカクテルによるもので、主な症状としては幻覚や酩酊感、発熱といったものがあります。イメージとしてはアレルギー症状のひどいやつみたいな感じですかね。シギーラの友人ザキルはある日、今までの OLFFS とは異なる症状の患者を見ることになります。今までの症状や基地の疾病に該当せず、急な発熱と脱水症状の後昏睡状態に陥ったというものです。過去の OLFFS のパンデミックのデータとは異なる症状のこの患者は低地帯に行った経歴があり、そこで何らかの新しい化学物質にさらされたと考えられました。しかし低地帯はアストラジェニック社という企業により開発権を買い取られており、実効支配されています。さらに
過去にシギーラやその師匠のラキ教授の発表した論文が原因となり、シギーラたちへの市民感情は最悪の一言です。そのため現地調査に赴くことができません。シギーラの研究室の苦境を知っているザキルは、今回新しい OLFFS の患者が発生したことから、それにかこつけて低地帯の調査ができるのではないかと踏むわけです。シギーラはザキルの所属組織からオパリアの植物生態系の唯一の専門家として招かれ、惑星オパリアへ赴きます。現地に到着したシギーラはザキルや危機管理本部の調査官ジーマと協力し、事態の解明解決に全力を傾けます。ですが、そんな中でも患者数は増加の一途をたどり、パンデミックの要素を呈していきます。オパリアの事態の悪化と並行して、青函評議会に加盟する人類社会ではハイライザーと呼ばれる新種の薬物汚染が広がっていきます。各政権の当局の懸命な捜査によって断片的ながら、どうやらドラッグの出所はタンクエンタンではないかと推測されていくことになります。とざっくりの導入としてはこんな感じなのですが、僕が思うこの小説の面白い点はいくつかあります。1、登場人物が多く海外ドラマのような群像劇であること。2、登場人物たちの視点を介して物語後半にかけての収束を楽しめること。3、SF 世界における行政組織のリアルな描写が楽しめること。今回の紹介では主人公シギーラをはじめ数名の名前しか出しておらず、ダイビングオパリアという副題に関するキャラクターも出していませんが、本編にはかなりの数登場します。さらには独特の惑星環境のオパリアやシギーラの立場など説明的な要素もあるので、最初はとっつきづらい印象を持たれるかもしれません。実際僕は最初の50ページほどは頭に入れないといけない知識が多いなと感じてしまって、ペースに伸び悩んだ部分はあります。しかしシギーラがオパリアへ飛び立つ第5章からそれまでの世界観への理解をベースとしたお話がですね、躍動感を持って展開され、ワクワクが止まらなかったです。井野先生としてはやはりここからをミソとしたかったのかなというノリ具合で、それまでと打って変わってペースがグーッと上がりましたね。 SF という架空の世界の行政組織のリアルさって何ですのって思われた方もいると思うんですけど、そうとしか言いようがないんですよね。著者の井野先生は経産省でお仕事をされていた国家公務員という経歴がおありのためか、青函評議会機構やオパリア自治政府といったこれでもかと出てくる行政組織群が実にユニークです。これらの組織が構成員である登場人物を介して利害対立しつつ協力しつつという、まるで生き物のように行動する様が割とこの作品で僕が一番楽しめたところかもしれません。ちなみに青函評議会機構インターステラーカウンシルオーガナイゼーション ISCO は井野先生の複数の物語の共通要素になっています。私はまだ井野先生の冬の星のジュノは読めていませんが、ぜひ読んでみたいです。少し話がそれましたが、登場する行政組織とそのメンバーたちが前代未聞の新型 OLFFS のパンデミックに直面し対処していく様は、2024年現在の僕たちからすると数年前からの一連の行政サイドの反応にオーバーラップする点もあるのではないかなと思います。というよりもオーバーラップして見えるほどに作中の行政機構の仕組みが地に足のついた設定になっているという、べきだと思います。書かれたのはパンデミックの前ですからね。もしかしたら行政系のお仕事されている方は、なんでプライベートの時間に行政公文を読まなきゃならんのだって思われるかもしれないというのが、この小説における数少ない懸念点です。セリフ回しなんかも行政的なところがあって、あるあるだこれとニヤニヤできることもあると思います。こういったお話なんですが、少しでも興味がある方は Amazon で電子書籍もありますので、よかったら読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。また、こういった推しの SF 小説を紹介してほしいなどあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で、竹野でした。おつおつー。